同じように手引っ張ると全然重さが変わります。遊びがある状態がこう、遊びがなくなる。こうクククッと締めてあげるとものすごい力が片足立ちになってる。これでも大丈夫。締まってる。こう。こんにちは。今日の動画のテーマは丹田。丹田からどのように力が出るのか。それはとても曖昧な概念に思えますが、内側も細分化して使いこなせるようになると体が統一的に使えるようになり、丹田というものは実感を伴って力が出るようになります。終鉄で考える丹田というものは鍛錬によって開発されていくものであり、例えばそこにね、気持ちや意識を集中するというような観念的なものではありません。またよく言われる腹式呼吸によってこう沈め落ち着かせるようなものでもありません。もっと具体的な身体操作です。体の中でどういうことが起きているのか、具体的なものとして説明できるものであります。しかしリアルな実感を得るには相当の鍛錬が必要になっていきます。丹田とは古来から言われているのはへそ下三寸、腹の奥深くの身体の中心的なエネルギーの集積地点を指す概念です。それはちょうど図でいうこの辺り、この丹田の位置するところをよくよく考えて研究してみてください。これから紹介している映像はすべて体幹内部の身体操作による力の出方の一例です。丹田からの力によって全然パワーが変わってきます。こう踏ん張ってる姿勢の時、これで下に下ろそうとすると、これでこういう感じですね。で、さっきのきつい姿勢で同じように手引っ張ると全然重さが変わりますね。上半身と下半身が遊びがある状態がこう、遊びがなくなる。こうガチッと握ってくださいね。ゆっくり下ろしても、腕崩し、掴まれた腕から力を発する稽古を終鉄ではいろいろと取り組みます。手を上に持ち上げるときとか下に崩すとき、全く逆方向に両方やりますが、ここでは下に崩す例をご紹介します。膝から下はゆるゆるで、腹圧も締めない。そうすると手は最初は腰から曲げるようにして、その力の出し方を練習して、徐々に胴体部分を動かさず手だけを軽く動かすような動きに丹田からの力を伝えていけるようにしていきます。まずお辞儀からいきましょう。お辞儀はって腹筋締めて、腹直筋とかでと腕の力でやるとこういう力の出方で、今の収縮させたかったところをクククッと締めてあげるとものすごい力が出るんです。これが逃げてるさっきのところ全然力入ってないと、そうするとこんなんです。で、さっきのほんのちょっとの力クッて足すとこうなる。かかと重心でも大丈夫だし、つま先立ちでも別に大丈夫。これは関係ないです。例えば片足立ちになってる、これでも大丈夫。要は足は関係ないということなんです。ここの使い方だけなんで、効かす感覚を覚えるのがすごい大事で、それがめちゃパワー出なくていいんです。もうスイッチみたいなもんなんです。ここはクッと締まることはクッて力の出所を丹田に持ってくることで、相手の体全体に響かせるような力として猛烈な威力が伝わります。今は分かりやすいように、こうしてますけど、形は変えないで、手だけ動かすとこれがこうなる。熟練すれば片手を相手の両手でがっちり固定されていても簡単に崩すことができるようになります。要はここの力じゃないので、ここ使ってるだけなんで、こういう風に手を下ろすとこういう風に響く。返りが全くないと、こう腕崩しのような難しい状況で体幹を使えるようになれば、
腕を決める技は非常に簡単に相手に力を伝えることができるようになります。実際技に使おうと思ったらもう締めとくだけ、見えない動きで、締めとくんですよね。だから、外には現れない。しっかり耐えてもらっていいですか。こう今腕を使ってるだけど腕だけじゃない力も使います。全然変わりますよね。見た目は変わらないですよね。腕だけがこうで締まってる、こう全然違うでしょ。投げに応用してみます。丹田が効いた状態の身体では受けの際にはびくともしなくなりますし、逆に投げる時には相手の体がすっごい軽く感じられるように、軽々と持ち上げられるようになります。しっかり耐えてもらって、しっかり耐えられるとやっぱりここで折れなくなるんですよね。でこれもやっぱりしっかり姿勢を入れる、グッと。そうすると上がっちゃうでしょ。持ち上げられないようにグッと下に降りようとするとこれがこうなっちゃうんですよ。持ち上がらないように姿勢で耐える。ちょっとやってみてください。せーの、はい、2下手したらこう投げるときにグッと投げてもらって思いっきりこういけたね。深く鍛錬を積み重ねていくことでようやく開発されてくる部分です。逆に言うと日常の身体操作、皆さんの日常の感覚のままでは動かすことができない場所ですので、特殊な身体の開発というのが必要になってきます。丹田、腹、これらの開発は一朝一夕では叶うものではありませんが、その効果は絶大です。古来から言い伝えられた日本人の身体感覚を皆さんもぜひ深く深く研究してみてください。以上です。ありがとうございました。